大阪だな。来ましたね。来ましたよ。はい。やっぱ大阪いいね。いいっすよね。なんかぶっちゃけ言うとですよ、昨日稲妻フェスティバルはい。で今日大阪だけどなんかねちょっといいですよ。お東京は東京でいいけど、また全然違ったね。確かに。雰囲気が、ここでも大阪でもね、はい。ちょっと中心から離れてんのかな、大阪城の近く、おお。ね。で緑橋っていうエリアなんだって。でここ昔から縫製が盛んな町、エリアなんです。ほう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 。そこにあるのがですよ Y2 レザー出たのショールームですね。なるほど。ショップですか。ショップか。ショップですね。完全予約制なの。なんかショールームっぽいですよね。確かに。だから完全予約制っていうとショールームなんだけど、中に置いてあるものは全部買えると。予約制ショップ、アポイント制の。アポイント制のショップ。なるほどなるほど。Y2 だ。昨日もね稲フェスいっぱいいましたよ。 Y2 来てらっしゃる方。なんでねちょっとそこに本拠地今回初潜入ですね。感じなんでちょっと行ってみようかな。行きましょう。行きましょう。楽しみだね。楽しみっすね。なんかお店もかっこいいし。こんにちは。うわーいいね。いいっすよね。っていうかもう逃げ場がないよね。川しかねえもん。川しかないですね。確かに確かに。本当に川しかないでしょ。本当に川しかない。すごくない？川が多いとかそういうレベルじゃないじゃん。川。当然置いてあるのは全部 Y2 レザーです。当たり前。はい。いやでもさ俺もねびっくりしたけど今 Y2 さんのラインナップってさ、これでも全部じゃないと思うんだけど、いろいろあるのってさ B6 まであるんですよ。確かに。で A2、あれこれさちょっと色がさ緑っぽい。ほらインディゴ。出たインディゴ。インディゴホース。逆光で、でも青っぽいの分かる。なんとなくね。これかっこいいじゃない。いいっすね。すごく結構どういうエイジングするのかちょっと楽しみだよね。でこれムートンとかも結構充実なんで B6 とこれはちょっと変化球っていうか、ちょっとフライトっぽいけども創作入ってるデザイン入ってるようなでもいいじゃないですか。モデルね。かっこいい。いろいろかっこいいですよ。こういうちょっとカーコートっぽい。それ面白いっすね。これ面白いよね。ダブルでちょっと襟がいかつくてでちょっとクラシカルでちょっとアビエーターコートっぽいけどそれを今っぽくデザインしてるような感じするね。これがハンドオイルホース。ハンドオイルホース。ハンドオイルホース。これね前にね記事書いたことあるんですよ。なんで多分ねコンビなめしっていうかクロームなめしの馬側をその後ですよ、ブルハイドのねタンナーさんそういうのをよくなめす。そこで今度サイなめしで渋入れるっていう。クロームなめしの皮をね。だから結構ねクロムなんだけど厚みもあってでオイルがすげえ入ってるのこれ。面白いですよこれね。なんか俺ちょっとこの触った感じ、着てみたくなるね。どんな感じに変化するんだろうなみたいな。これ結構オイリー系。オイリー系です。これでもすごくいいですよ。なんか本当にちょっと昔の革触ってるみたいな。いいっすね。感じする。いやいやちょっとさこの前ねライトニングでも紹介させてもらったんだけど、ブーツね。ブーツのラインナップが今多いんだよ。これエンジニアもあるでしょ。これ革ジャンと同じ革使ってんだって。だから比較的履きやすいと思いますよ。柔らかい。薄いってことですか。薄い。多少薄めだけどちゃんと裏がもう一枚貼ってるからね。ペナペナするわけではないんだけど、普通もっとさホースバットとバキンとかって硬い。硬くてなんか厚いみたいなイメージ。だけどそうじゃないからいろいろとこの質感もねいいし履き込むことでねまたエイジングが楽しめちゃうんじゃないかな。これなんかちょっと履いてんじゃないですか。ここら辺か。本当だ。なんかいいじゃないですか。いい感じ。いい感じだよね。なんかいい感じ。いやほらこれなんか俺すげえかっけえなと思ってこれも履き込みですか。いやこれは違いますね。違う。でもなんか革の表情がさすごく面白くない？
これは結構汚れて今色がどんどん深くなっていくと思うんだけど、確かにこれはねいいんじゃない。うわびっくりだぜ。結構あるんですね。結構あるでしょ。これとかもこれブルーハイドなんですかね。これ何配慮ですか。ブルーハイブルブルーハイー、やっぱブルーですね。これはすごいですね。激しい。激しいですね。やっぱ厚みはしっかりしてますよこれ。まあいわゆるおっさんの牛。おっさんの牛おっさんの牛です。面の皮が厚くなったそう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 。で結構革小物もあるし、いやねえ面白いよね。充実なんかすげえ充実。今までこう結構セレクトショップで見かけることが多かったじゃないですか。多かったね Y2 さんっていろいろ俺らもさこれ Y2 だとかってやってたけど、やっぱこんだけドカッといっぱい見るっていうのはね初めてですよね。そうでやっぱこういう小物とかも結構充実してんのねっていうのは、俺もよく知らなかったんだよね。確かに。てかめっちゃあるの本当に。これよくない？何ベスト？ムート。ムートのですね。それがアルパカウールこれアルパカなんだ。リバーシブルベスト。リバーシブル。おお。じゃあこれ裏側に着てさたら完全なクマジャンなんじゃない俺。確かにね。これ確かにね。アルパカじゃん。アルパカじゃん。でこれがムートンですね。これなんかちょっとフライトっぽいっていうか B6 っぽい感じの。あでもいいわ。あいいじゃないですか。いいね。ねいいですね。でここの襟んとこがすごいすっきりするからさ革ジャンの上に着ても、革ジャンの襟と干渉しないこのデザインがさ、何でも革ジャンの上に着ようとしますね。あそうですよ、もちろんです。面白いな。スウェードの G ジャンタイプね。やっぱ Y2 さんって結構 G ジャンタイプのイメージ持ってる方も多いと思うんだけど、まあああいうこういうこれファーストタイプですけど、エイジングサンプルがあったり、これスウェード系のねもう全然また雰囲気が違っていいね。ねいいですよね。なんかハードすぎないっていうか、いやこれは嬉しいんじゃない。だってここまであってさこれ全部ここに置いてあるものだったら買えるんだって、それはさ予約もするよね。そうですね。予約してもうゆっくり心ゆくまで悩めるように、あ予約ってアポイントですね。そう予約ここのアポイントを取って、で一人でね、お店の方にアドバイスをもらいながら心ゆくまで、まあ安い買い物じゃないんでね、悩める。最高ですね。最高ですよ。そして買わないと出づらい。いやそんなことはないけど、そんなことはそういうことはないの。営業妨害営業妨害。皆さんいいんですよ。もう見たいっていう方はアポイント取って別に買わなくても全然大丈夫。ただね、いろんな質感だって触んないと分かんないものってありますから。いやこれはね触った方がいいんじゃないですかね。そう本当にそう思う。だって革の種類だってめっちゃあるってことですね。めっちゃあります。でこれで見てもさ分からないけど、例えばエコホースっていうのとさっきのハンドオイルホースとか、ヴィンテージホースとか、触ると違いは分かるんですよ。なんでそういうのを自分で体験してもらいたい。なるほど。わかっこいいねこのロングコートみたいの。おお。なんか矢沢が着てそうなやつ。あれですね。こう殺し屋系な覇者系な覇者系ですね。これ結構でやっぱフライトそうだね。 B7 まであるんだ。B7 が36万円プラスタックス39万6千円。それはって安いですですよね。全然安いですよ。今だってこれぐらいモリモリしてたら50万超えますよ。まあ、あとは俺の大好物ですよ、ライダースも充実。まあこういう王道のですね D ポケットとか、ブコタイプですかね。そうこれはもうちょっと昔のやつですね。30と40ぐらいにも見られたようなちょっとまたシンプルな D ポケでそういうのもあったり、これはもう完全にアビエーターですね。わ本当しかもなんだこれはすごいテリッテリですね。これも面白いんじゃない。そうで50年代以降60年代とかもうそれ以降の王道のいわゆるなライダースタイプも揃えてて、でこっちはスタンドカラーのシングルと、まあ襟付きのこれはもうどっちかというとスポジャケですかね。すごいですね。てかすごいですよ。全網羅ですね。全網羅です。だからここでね好みのタイプねが見つかんなければもうねお前革ジャン向いてない。なんでもうほとんどの革ジャンがあるんだここに形が。そ
だからないなーって言ったらそうですねっつったらもうちょっと勉強してから来いってなるようなぐらいまあなんていうのそのヴィンテージっていうか革が辿ってきた歴史の方がね、全部見られるそういった意味ではもう勉強になりますよ見てるだけで。確かにまあアメカジ系のまあいわゆるいわゆる王道のアメリカン系な革ジャンの辿ってきた歴史も分かっちゃうと。ほぼ革ジャンの歴史ですね。そうです。だからそれが大体分かるんでねこの中から絶対に自分のお気に入りが見つかるんじゃないかな、で俺ねほんとちょっとさこれ見てくれる、ほら革の種類すげえ多いのよ。これエコホースとかこれシープのさコロメールとかいろいろあるわけよ。でこっちもさプルアップホース柿渋ホースハンドダイエットホースとかちょっと素材の話を聞きたくてね、ちょっとこうお話伺ってみようかなと思うんでね、よろしくお願いします。お願いします。Y2 レザーの谷本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。谷本です。いやーなんかね Y2 レザーさんの革の多さに革の種類の多さ、ちょっと圧倒されたんです。例えばちょっとね、こちらエコホース、これはどういう革になるんです？エコホースがこれはタンニンなめしの革でして、もうタンニンとオイルしっかり入れ込んで、で熱を加えてこう厚みを出してあげることで硬さもしっかり出してあげて、で染料だけで仕上げてる本当に30年代とかの化学薬品がなかった時代の無垢な馬革を目指して作ったものです、ね。僕30年代のカーコートとかのヴィンテージ持ってるんですけど、馬革のなんかこういう感じですよね。そうですね、厚みがあってそのイメージで作ったこれね重いからかけるかなり重いです。かなり重いです。厚みが 1.8 から2ミリぐらいあるので、もう本当に最初着ると鎧みたいになりますね。すごいですね、なんかあといろいろなさっきねちょっと紹介させてもらいましたけど、ハンドオイル、そうですね、これが先ほどもご説明いただいてたんですけれどもブルハイドのタンナーに馬革をこう持ち込んで、でなめししてもらっているものなんですけど、コンビネーションなめしでタンニン入れ込んだ後にオイルをかなり入れ込みまして、でブルハイドってオイルかなり使う素材でして、そのブルハイドのタンナーならではのこのオイルの入れ具合といいますか、普通の馬側のタンナーだとなかなかこう出せないような、これぎっとりした触るとね分かるのよ。そうですね。これはなんか新食感。そうこれちょっとね本当触ってもらいたいなっていう、これなかなかね、映像だと分かりにくいんだけどかなり珍しい素材ですね。だからちょっと俺もね着込んでみたいっていうのと、ちょっとこれはね、いいかな。なんか本当すごいつるっと。そうですね。なんか滑らかでちょっとやっぱなんつうの指に吸い付くような。そうです。まとわりつくような感じ、ギトッとしてるような感じなんでね、これもだから全然さっきのエコホースとは触った感覚も全然違う。全く違いますね。ですよね。なんかいろいろとあとホースだと人気なのはあとインディゴホースもありましたね。そうですね。こちらもインディゴホースで、でこれも黒ムナメシの革で藍染めですね。ジーパンとかと同じインディゴを使って染色した革になってます。で下地の色がこういう中白って、デニムの裏糸みたいな色ですね。で染めてるので使っていくと下地の色がこう出てきてものになってます。何色になるんですか？これがそのサンプルなんですけど、ちょっと映像こういうでもなんか白っぽくね、デニムっぽい。そうです。なるほど。デニムっぽい。だからそう色落ちてなんかこう白が出てくる感じっていうのは完全にデニムじゃない。そういうイメージの革で。そうだからほらこの蛇腹部分とかもさ、そうです。独特この白がやっぱ出て当たりが、そうですね。当たりって言いたくなる。写真ならぬ白真ですね。まあでもそういうイメージですね。そうです。結局それ言うとね、もうほとんどデニムですね。そう新白って言ってる。そういうイメージで。だから例えばこのインディゴホースのジージャンタイプを着込んでいったらジージャンみたいになってる。なります。いや本当ですよね。
写真がうん、あったんですけど、あもうデニムですね本当あ、に。うん、なんかデニムっぽい。これもインディゴなんですよね。そうですね。今ちょっと光の還元で見えない色がちょっとあれですけど。はい、でもなんか普通の写真とは違ったエイジングがそうですね。楽しめる。はい。いいですね。いやいいですよ。なんかさ、だからいろいろねあるのよ。で結構さっき聞いたらですよ、この形すげえ人気なんだって。はい。このいわゆる襟付きのシングルですね。カフス。カフそうでスすだからちょっとこのねクラシカルなはいスポジャケ風味も残しつつ、でもなんか全体的な雰囲気はちょっとライダース。確かでこれ線とがしてちょっと細めな形になってまして、まあ、タイトフィットのモデルでこれだと背骨のところでこう萩が入ってて、うんで背骨の中心にこう背中に合わせてこうフィットするような、でここで絞り加えてるので本当に裾回り細くて体にかなりこうフィットする形でアクションプリーツついてるので、まあ、運動性こう可動も高い域もと。高いという。いやこれはいいんじゃないですか。やっぱ体にフィットしてスタイリッシュに見えるそうですそうし、ですやっぱ襟付きシングルってなんだかんだ言って一番合わせやすいですそうよね。ですね。もう本当に1着目に買われる方がやっぱり多いモデルですね。いやこれはねちょっと本当にいいんじゃないかな、おすすめかなと。俺結構こういうのも好きですが、やっぱりこっちの方がなんつうの、人を選ばないっていうかね、普通にうん、着れる。いやなんかいいかな。で革もいろいろ選べたりインディゴだったり、っていう他のホースも選べたりするわけですよ、ね。あとは HV ホースっていうパラフィン仕上げのはい。ローで仕上げたはい馬革、あ、なるほど。パラフィン仕上げしてあってちょっと光沢感があるそうで感じですね。本当にブーツとかのパラフィンで仕上げてるような、はツヤ感といいますかをでも出してる。あれですよね。着込むうちに結構それもあれってきたり、独特そうですのシワが入るじゃないですか。パラフィンっそうて。ですはい。うわ面白そう。またこういうこれもすごいな。これが柿渋ホースっていう柿渋ホース素材ですね。あ、柿渋なんですね。はい。柿渋の染料をヌメ革の状態に柿渋の染料をハケでこう塗り込んでいってあげてるので、そうですね。こうよく見るとこういうちょっとこう線が、そうなんであ、す。これハケで塗った。そうです。でもこれ柿渋塗ってあるから、はい完全にこれ素揚げの状態のはいいわゆるタンカラーって言われるタンはい、そうですのね。色だと相当着るのに勇気いるじゃないですか、はい最初はね。そうです。だけど最初これだともう若干ちょっとエイジング進んでるようにはい。見えますよね。そうです。最初もっとこう薄い色なんですけれども、柿渋の染料がもう本当に紫外線ですぐ焼けるので、もう極端に言うともう染料の蓋を開けたらもうそこから酸化が始まっていくんですよ。はいなのでもうこう塗り込んで最初薄い状態なんですけど、本当着込んでいくと火で焼けてどんどんこう飴色に濃くなっていくっていう素材です。これはいいかも。なんかこういうのをどんどん飴色にしたいんだけど、初日のはい。初日がなって思ってるあなた、もうこれですよ。これ。どんどんやっぱりこういう日本特有の染料を使った柿渋であったりインディゴであったり、あと墨を使った馬革もあるんですけれども、はい。墨染め。そうです。墨がこちらなんですけれども、はい。これですか。これ、これ墨染めなんだ。墨染めなんです。普通の黒とやっぱりちょっと違うんですよね。で、はい墨が顔料って結構粒子が粗いはいですけど、墨も同じで粒子粗いので、こう皮の表面にこう乗せるようなイメージの染色になってるんですけど、この顔料とも違うこのマットさといいますか、そうですねこの墨っぽさがマット。そうなんです。なんかね手触りもちょっと他のとまた違そうでうすね。なんだろう。感じ。そうですね。うんちょっとこう粒子粗いのがやっぱり着込んでいくとちょっと落ちてきて、はいで下地がこれサドル下地なんです。なるほど。ヌメ革の上に、はいで墨を塗塗ってるので、はい。こう着込んでいくとこの下地の色がこういうのが出てくるどんどんこう出てくる、サドルが出てきて、さらにこうそのサドルも最初白っぽいんですけど、やっぱり着込んでいくと焼けてくるんですよ。そうですよね。でどんどんちょっと深い茶色に育っていくそうみたいななんですよ。。これは面白いな。インディゴ墨。はい。柿渋はここら辺ほらそうですね。ほら。
おお、あ、これは写真が出てる。そう、まあ下地のもうだからいわゆるサドル色。サドル紙そうだからそれがどんどん今度はこれがまた茶色く変化していくっていう感じ。そうですね、濃くなってきます。かっこいい。うわーかっこいいですね。こういうやっぱり日本特有の染料を使ったものが、まあすごい人気ですね。はい。で Y2 レザーさんって、はい、この上で作ってるのね。上で作ってます。全部を。はい。2階で裁断をして、あと検品とか出荷を2階でやって、で3階が縫製場になってるので、もう全部ここでやって。それがやっぱすごいですよね。自社工場でやれるっていうことって、ぶっちゃけね価格も他社に比べると抑えめの部分もあったりするわけよ。それってもう全部自社で作ってるからっていうのもそうですし、例えば自社だからね、例えば本当にいろんなことができるわけじゃないですか。はい、これ外注工場とかだとなかなかできないことでもっていう、それをずっと続けてるっていうね、特にこの、緑橋エリアっていうのは、メイドイン緑橋、もうそういうことです。すべてですよね、Y2 レザーの製品の。ブーツとかはあれですの、別のところで作ってるんですけれども、基本的にもうジャケットに小物に関しては、カバンとかに関してはもうここで作ってっていうところですね。すごいですよ。だから本当に日本の職人魂っていうかね、ものづくりっていうのをすごく感じられるじゃない。いやなんかね、だから確かに正直言っていいですか、このエリアは縫製場とかはね、いろいろあるんですけども、ぶっちゃけ大阪の中心地からちょっと離れてたりっていうのはあるけども、絶対に来る価値があるもん。ね、グリコのとこに行くだけが大阪じゃないんだよ。あれそんなこと言ってなんでね、いや本当にね、今日いいもん見せてもらいました。ありがとうございます。なんかね、やっぱ革好きだったらぜひちょっとこのね、アポイントメント制なんで一度こう連絡してから予約を取ってで来ていただきたいんですけども、ちょっと本当にこの革の世界にね浸って Y2 レザーさんのねものづくりのその心意気みたいなのが感じられたらなと、ね、感じてくれたらなと思います。いや本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。じゃあね、今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく頼むぜ。せい